3D プリンタの説明書に必ずと言って良いほど書いてある。振動の激しい場所で使用しないでください。という注意書き。細かい動きをする機械なので、振動 NG なのはなんとなくわかるけど、意外と造形できるのか、脱腸して変な形状になってしまうのか、もじゃもじゃ様を召喚してしまうのか、途中で停止してしまうのか、実際どんな影響があるのか気になるので実験してみようと思う。振動が多い環境といえば、車。ということで車載 3D プリンターを試してみる。せっかくなので開発をすべて車内で完結できるように、ノートパソコンも持ち込んで 3D モデルから作ることにした。これが実現できれば、もし、新マシン開発がレースに間に合わないという状況になっても、スタートにギリギリ間に合うみたいな熱い展開にも対応できるはず。開発するのは車の駆動方式に合わせて、FR のシャーシにしよう。それでは開発を開始する。まずはモーターをフロントに配置。プロペラシャフトと、カウンターギアで、駆動をリアに伝える。ギア比は 3.5 対1。フロントのシャフトはクリアランスギリギリ。バッテリーは少し幅を空けて搭載することで、MS シャーシのターミナルが使える。これらの具に合わせてシャーシを設計。スイッチはここに収めた。モーターカバーと、バッテリーホルダーを作れば、3D データ完成。一応それっぽくなったと思う。適当にスライス設定をして、3D プリンタ稼働開始。プラットフォームが上がってきたらいよいよ造形スタート。そして、車発進。後から考えたら振動でノズルとプラットフォームが接触しないように、1層目が終わるまで停車していた方が良かったかも。3D プリントはこの1層目が非常に重要で、うまくプラットフォームに定着せずに剥がれてしまったりすると、高確率で失敗となってしまう。なので家で出力するときは、1層目が順調なことを確認してから別の作業をしたりする。どうやら1層目の定着は問題なさそうなので、ここからはタイムラプスで。ちなみに下からの衝撃を緩和するためにゲルクッションを敷いてみた。どれほどの効果があるのかわからないけど、何もないよりはマシだと思う。ただ横向きの力で本体が不安定になるので、あまり良い方法ではない気もする。約 50% 出力まで到達。映像では細かい部分がよく見えないけど、大きな不具合は発生していない模様。このまま造形を続行する。ちょっと細かい話だけど、樹脂を加熱して溶かす際に出るガスが体によろしくない、という話もあるので念のため外気導入に設定し、車内の空気が前から後ろに流れるようにした。あと念には念を入れて簡易消火器も積んでおいた。いよいよ終わりが見えてきたぞ。約 99% 出力まで到達。そして、なんだかとてもジャストなタイミングで到着。出力完走。早速取り出して組み立ててみようと思ったのだけど、工具類を持ってき忘れていることに気がついた。ので、家に帰ってきた。改めてよく見ると表面がかなり汚い。リアは多少マシだけど、フロント側はよろしくない。このプリンターのプラットフォームは片側で支えているので、支えから遠いほど振動の影響が大きく出たのではないかと思う。こ
このブレを軽減できればもう少しまともな造形ができるかもしれない。とはいえ車内での固定方法など問題は他にもあるので、移動後にレベリング調整をして停車状態で出力する。というのが現実的だと思う。というわけで実験は終了なのだけど、せっかく出力したので FR シャーシを組み立ててみる。まずはリアタイヤを取り付け、ターミナルと、プロペラシャフト、カウンターギアを装着、モーターと、モーターカバーを取り付け、ビスで固定、フロントタイヤを付けたら、裏返して、スイッチを差し込む。バッテリーを入れて、バッテリーホルダーを装着。これに前後ステーを取り付ければ、FR シャーシ、完成だ。結構良い感じにまとまった。と思ったらフロントの FRP がギリギリだった。ボディは机の上にあった、ウイニングバードフォーミュラ。テスト走行。スイッチオン。ゴー。あれ？バッテリーの入れ間違いなんてするはずがないと思っていたけど、普通にやってしまった。以前ブロッケン C のアタックをすべて紙一重で回避していたのに、しょうもないミスで潰してしまった。普通にショックだ。けど丁寧に伸ばしたらある程度は元に戻った。バッテリーの向きを直してもう一度。ゴー。ちゃんと走っている。車載 3D プリンターでも、ある程度使えるものが出力できたぞ。あ、コースに引っかかった。比較のために、同じセッティングのノーマルミニ四駆を用意した。スイッチオン。ゴー。こっちの方が早いな。特にスタートの加速と、ジャンプ後の加速で差がついている気がする。試しにスピードチェッカーで比較してみたけど、FR シャーシの方が少し速かった。ということは実車と同じで 4WD の方がトラクション的に有利なのかも。さらにローラーで曲がることを考えると、FR シャーシのフロントタイヤは抵抗でしかなく、トラクションをかける必要がないので、重心バランス的にも良くなかったのだと思う。ただよくよく考えればフロントは動力伝達を無視できるので、サスペンションを搭載したり、ステアリング機構を入れたり、いろいろな可能性を秘めているはずなので今後も開発してみようと思う。ちなみに実験で使用した 3D プリンターは、しっかりメンテナンスをして自宅に設置した。とても綺麗な造形をしてくれるので、今後の活躍に期待している。